どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。はい、今回は Mac の操作に革命が起きる神アプリ2つということでご紹介したいかなと思います。これはね、本当に知らずに後悔してます、僕は。2つアプリあるんですけども、それぞれ使ってもめっちゃいいんですけど、組み合わせるとね、すごい便利になるんで、チェックいただければと思います。導入までね、見ていきたいと思うんですけど、ということで、少し前にですね、オートレイズっていうアプリがあるんですけども、X でツイートじゃねえわ、ポストしたやつ。田原さんっていう方が、マウスポイントの位置を動かしたら、地味なんだけど、こう自動的にアプリがこう切り替わってくれる。堀内さんとかがね、確か紹介してたかな。言ったらこれになるんですけど、これね、すごい便利。実際見た方が早いと思うので、こんな感じで、その導入まで行きたいかなと思います。で、もう一個ね、紹介したいアプリあるんで、そっちもやばいんですけど、例えばなんですが、これウィンドウですね。こういう状態、地獄と呼んでますが、地獄になっております、今。なんで今、1個、2個、3個、4個ぐらいね。はい。なんでお前ここにいるんだよみたいなとこにね、いる時あるじゃないですか。こういうアプリが。普通だったら、例えば、こっち行きたいよっていう時は、こう、押さないといけないと。クリックしてこう切り替えていくっていうね。カーソルをこうめんどくさいなと思いながらやってました。で、これをオートライズというものを入れますと、これね、この風船なんですけど、すると、この上に来た瞬間も、わかりますかこれ。ほら、今これ50秒ぐらいにしてるんで、ここに勝手に上に乗せるだけでアクティブな状態になるっていうの。普通は例えばこれ押すとない状態だと一回押さないとここでの例えばこう操作っていうのはできないんですよ。ここに乗せても特に何も起きないんだけど、このオートライズを乗せると入れるとですね、自動的にこう上に乗ってくるというものになります。標準搭載してほしいぐらい便利なんですけど、でさらにですよ。でもう一個僕が紹介したいのはこのね、ヘイズオーバーっていうアプリなんですけども、これも後ほど紹介します。よいしょと。これをオンにするとちょっと暗くなったの分かりますか？今これオートレイズもオンにしてるんですけど、オフにしとくか一旦。この状態で押しますと分かりますかね？このウィンドウだけがちゃんと集中しっかりここだけ見れるっていう感じですね。もう少し分かりやすくするとこんな感じになります。なんで意外とこのウィンドウが多いとどこ見ていいか分かんなくなるみたいな。集中って意味だとすごいいいかなと思います。で、これとさっきのオートレイズを合わせるとどうなるかっていうと、カーソルを上にしたら、ほら、もう自動的にこうなるんですよ。これやばくないですか？めちゃくちゃ地味なんですけど、地味すぎて伝えるのが難しいんだけど、すごくないですかこれ。これね、いいんだよね。ただちょっとうぜえなっていう時はあるんで、なんでこのオートレイズとこのヘイズかな。ヘイズオーバーの組み合わせ。今回の結論ではあるんですけども、導入方法いこうかな。なんでね、オートレイズですね。ややこしいんですけど、オートレイズオンにしとくか。この GitHub っていうところでね、田原さんで紹介してくれてるんですが、この GitHub っていう、いわゆる開発者のためのツールがあるんですけども、パッと見難しそうなんですが、翻訳してもらえばいいかなと思います。だいたい翻訳ツールね、ブラウザに入ってるので、翻訳してもらって、ここは正直どうでもよくて、下の方に、ここにやり方が書いてあるんですよね。ホバリングするとウィンドウが前面に出され、要するに機能が書いてあるんですけども、クスタートっていうところで、まずダウンロード、ディスクイメージ、これをまず入れますと。で、この一番右のところに、このダウンロード、生ファイルっていうね、書いてあるんだけど、これを押してもらうとダウンロードが始まります。多分始まった、来たね。そしたらこのオートレイズっていうのが出てくるので、これ保存すると。そしたらデスクトップにですね、保存されるので、これ多分2回押しちゃったな、俺。正直言うと、以上っちゃ以上なんだけど、次にダブルクリック。さっきのですね、このデスクトップにオートレイズっていうのが入ってくるので、これをダブルクリックします。そうすると、ここにね、オートレイズっていうのが展開されるんですよね。そしたら、その後に、これアプリになってるので、これを、例えばこのアプリケーションのところにねじ込むと。多分起動してるんでねじ込めないのかな。このアプリのところに。コピーして入れてもいいんじゃないかな。貼り付けてもいいと思います。置き換えるという。操作してるんで入んないんですけど、手順としてはね、基本それぐらいかな。ディスクイメージを探します。アプリケーションフォルダにドラッグ。アプリケーションフォルダに入れます。で、アプリケーションから、そうするとですね、このオートライズっていうのが中にこう入ってきます。ここら辺ちょっとまだ紹介したいやつがいっぱいあるんですけど、入ってくるので、これを開けると、上にですね、風船が出てきます。左クリックか。
左クリックすると、プレファレンスが出てくるのかな。ダブルクリックでもいいと思うんですけど、トラックパッド2つの指で。そしたらこのプレファレンスっていうのが出てくるので、いわゆる設定、これちょっと日本語にはできないんですけど、おそらく最初にこのシステムとかアクセシビリティの要するに許可っていうのがあります。このアプリちゃんと動かしていいのかみたいな出てくると思うんで、それを許可していただいて、でこのプレファレンスってとこが出てくるんですけども、僕は設定としてはこのウィンドウかな、見づらいからこうにしようか。ヘイズオーバーをオンにして、こういう使い方いいですよね。ヘイズオーバーを結構グッとしよう。これ使いやすいわ、めっちゃ。Windows このレイズっていうのが、要するに前に出すかどうか、これ全くなしにすると、どうなるかっていうと、上にやっても前に出てこなくなります。で、これを0にすると、ウィンドウが前に出てくるまでの秒数ですかね。はい。こうやったら、0、出てきます。なんで。0でいいかなと思うけどね。ウィンドウフォーカスするまでの時間。これなんで、0にすると、めちゃめちゃ早く出てきます。これはこれでいいんですけど、早すぎてチカチカする時あるんで、これで0にしたらもうめちゃくちゃ早い、ほぼ0秒みたいな感じで出てくるんですけど、50ミリセカンドぐらいが多分 0.5 秒かな、これぐらいがいい気がします。100に200とかにするとすごいゆっくり出てきます。こう上にしてもこれお好みでやってもらえばいいかなと。50か100ぐらいがいいかなと思います。あんまゼロにしすぎるとね、早すぎてね、わけわかんなくなる時あるんで、このぐらいでいいのかなと思いますね。そんなもんかな。でもここの設定、このオンランチにすると、要するに一回シャットダウンしてまた入ったら自動的に立ち上がってくれるので、オンにしといてもいいかなっていう。設定としてはそんなもんだと思います。細かいのいっぱいあるんですけど、ここをいじるぐらいかなって思う。あとこのイネーブルオンランチオンにするかどうかぐらいかなと思います。地味にね便利だよね。はい。でヘイズオーバーってやつなんですけども、オートレイズはマジで便利なんでこれはやばいですよね。はい。で今このヘイズオーバーってやつか、これですよ。これしかも無料で使えるというね感じなんですけども、このヘイズオーバーってやつはこんなアイコンですね。この左下にあるこれです。かなり集中めっちゃシンプルなんですけどね、ヘイズオーバーってですね検索してもらっていいと思います。ヘイズオーバーでアプリも、このストア上にあることはあるんですけども、こっちはですね有料になってます。700円。でも700円なんで正直めんどくせえよっていう方は買ってもいいかなと思いますね、正直ね。で言語こっち対応してます。日本語完璧にもしかしたらアプリの方が日本語完璧に対応してるのかもしれないんですけど、今回はなんでこのヘイズオーバーっていうところを開けてもらうと、こっち行くとさっきのアプリのところに行きます。アップストアがねこう開く感じになっちゃうんですけど、ではなくて、もし無料で使いたい場合はですね、この体験版セットアップっていうのはなんかサブスクでいっぱい使えるやつっぽいんですけど、この体験版っていうところを押すとヘイズオーバー、手順的にはさっきと同じですね。この DMG っていうのが入ってくるので、それをアプリのとこに入れてもらって、それ多分入ってくるので、さっきより楽っちゃ楽かな。でこんな感じで出てくるんで、これをアプリケーションの中にピュッて入れるって感じ。はい。一応両方とも残してみようかな。機械えるか。今使ってるんで僕はできないんですけど、感じですかね。それだけ。そしたら上にね、この、なんていうの、このトグルマークみたいな変なマーク出てくるんですけど、さっき見てもらった通りですね、ここで、オンオフができます。なんで今、何もオンにしてないので、なんでオートレイズだけがオンになってる感じかな。なんで、カーソル動かすと、そこのウィンドウに切り替わる状態で、こいつをなんでオンにすると、後ろがちょっと今暗くなりましたね。分かりやすくするためにここで 50% ぐらいにしとくけど、ここでなんでこういう感じで、これめちゃくちゃいいんですけど、あと設定的にはここか、この環境設定っていうところですかね。入れると、パン、ヘイズオーバー有効にするで、これなんか面白いんですけど、ジェスチャー操作みたいな、ここでぐるぐる回して、できたりとか、なんかジェスチャーでね、これこうぐるっとするみたいなこともできちゃいます。こういうこともね。いらないけどこれで、あと詳細アニメーションの秒数とかもね微妙に変えれます。例えば 0.4 秒切り替わりの時ですね、こう後ろから今わかるかな、シュッてこうなってると思うんですけど、これの、速度っていうのかな、なんで結構1秒ぐらいにして分かりやすいかもしれない。だいぶゆっくりとこう後ろから変わっていってると思うんですけど、めんどくさいから僕0点ちょっと早めにしてますね。なんでねシュッて0.3 秒ぐらいでいいかもしれないな。25か3ぐらい。背景色がね実はこれ変えれます。なので今黒になってるんですけど、デフォルトはこれ白っぽくしたらこう眩しいかなっていう気がするんだけど、赤にしたりとか
できます。これはこれでいいかもしれないな。ブルーっぽくするとかもできるので、一旦黒でいいか、分かりやすいんでね。背景色変えたりとか、あとショートカットで割り当てれて、ここでオンオフを僕はコントロール A にしてるんですけど、ここを押すと任意のキーを打ってもらうと打てるんで、そしたらコントロール A を押すとこのオンオフがこのショートカットできるようになるので、これ結構ね入れといた方がいいと思います。でトライアルだとどうやらね、1時間のあれっぽいけど、買うとどうなんだろう。4.99 ドル。一緒か大体。ルールズフォーアップっていうところに、これディセーブルなんで、例えばこのアプリを、じゃあクリーンマイマックね、これ今開いてるんで、これを OK にすると、開いてる時は使わせないっていう風なんで、そうなんですよ。こうなんだよと、白くなる。これは設定しておいてもいいかもしれないですね。やっぱ2画面とか使う時は逆にこっちを見ながらやりたいっていう時は不便になると思うんで、ショートカットキーでこうオフにしてもいいんですけど、Disable when using クリーンマイマック、クリーンマイマック使ってる時はオフにしますよみたいなことはできるので、オフにしといていいかなと思います。はい。クリーンマイマックも軽く紹介しとくクリーンアップね、ファイル整理っていうのかな。Mac の中を結構綺麗にしてくれるやつにはなりますかね。ちょっとディスエイブル消すか。これは逆にこれしてマイナスボタンを押すと消えるので、こんな感じで。でもこのやっぱりアプリレビューの時にすごいいいですねこれね。クリーンアップとはウイルス除去みたいな、ウイルス探すのと、あとパフォーマンス高速化みたいなで、あと実行を押すとですね、これ全部終了すると、ジャンクとかゴミ箱とか全部ね綺麗にしてくれますので、あとスペースレンズとかでですね、容量ねチェックできるので、すごい重そう。アプリが今30ギガありますよとか、はい、どれが重いのかと視覚的に分かるのがいいです。しかも左もちゃんと連動してるっていうね。ファイナルカット3ギガですよみたいな。これすげえよ。よくできてるわ本当に。でこれ大容量で古いファイルとかも探してくれるので、これちょっと消せないんですけどワンタッチで消せますからね。怖いけど消してみるか。はい。ここで消しちゃえるんだよね。これはこれでいいっていうね。はい。ちょっと余談でしたけども、なんでこんな感じで使えてしまいますね。いかがだったでしょうか。是非ね、これすぐでオンオフできるので、こういう感じでチェックしてもらえばなと思います。オートレイズと、ヘイズオーバー。最高です。に関してはですね、他動画、最近アンカーのやつとか、Apple 製品はですね、結構レビューしてます。で、Mac の選び方だね。こことか M2MacBook Air、もうすぐ M3 出るんじゃないかみたいなこと言われてるので、ここら辺が今 Mac でおすすめかなと思います。MacBook Air のレビューとか、セールがあったら、この製品いいよとかは上げてるので、あと今 iPhone 15とかですかね、アクセサリー類とか15自体のレビューも出ますので、Mac 大体レビューしてると思うんでチェックしていただければなと思います。あとコミュニティ欄とかでも発信してますので、はい、チェックしていただければと思います。M3 がね、今確か安いんですよね。地味に安いので、注意点をね、動画で解説してるんで、22万ぐらいになってるのか、今ね。24万8000円とかなんですけど、確か定価は Apple Store で買うと安っと思って。安いなっつってね。Apple Store と、あと1テラのモデルもね、安くなってたんで、でも今そうでもないのかな。確かね、7万ぐらいしてみてください。上がったのか。はい。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃないわ。ぜひこの動画ね、少しでも役に立ったよって思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。X と旧 Twitter と TikTok 再現頑張ってますんで、ボイシーとかもやってるんで、ぜひチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあ、バラレー。これは神でしょう。これ一回ね、ちょっと暗かったな。これは一回ね、マジで使ってほしい。いやー、ちょっとあと他のアプリも紹介しますんで、ぜひ。